はい、皆さんこんにちは。在日アングラ塾の本地です。この度はですね、前回25年前の本地というふうに動画を上げさせていただきました。それが大変好評でいろいろなご意見をいただきました。ありがとうございます。であればということで、一本撮らせていただきます。ですね、私若い時から大変変わっていて、とても穏やかでいつもニコニコ笑って静かなんですよ。でもその自分の中でいろいろ言われていっても自分の中で我慢してるんですね。でそれが沸点が自分の中で100度を超えた時にいきなりボコ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 っと沸点が湧き始めるんじゃなくて、100度を超えたらいきなりポーンとポップコーンのように弾けるからですね。だから施設生活とか社会不在してる時によく言われたのは、お前は本当に瞬間湯沸かし器だと。もう今まではずっと静かだったのにいきなりポンとスイッチが入るとパチンと言われるんですけど、瞬間湯沸かし器じゃなくて、私それまでずっと我慢してるんです。そんなことに怒っても仕方ないよねっていうふうに考えてるんです。考えてて、でも僕だって人間だからある程度の心の感動はあるんです。で見ててでいろいろ私をディスったり、私に対していろいろな蔑み罵倒罵りを言ってくる方も子供の頃はやっぱり、わからないからですね、言ってきて、それを我慢してる、笑ってるんです。だけどいきなりポンと言われてから自分の100度に超えた瞬間にいきなりパーンっていくもんですから、あいつはやべえよと、切れたらやべえよ、切れたらやばいのはみんなそうですよね。だから我慢してってもうパーンと切れたらガンといくっていう性格だったので、高校時代に体育会系年功序列でもうずっと我慢して、先輩の言うことはもう押すって絶対的な服従、下克上が許されるような学校ではなかったので、先輩の言うことは服従だったんですよ。そんなような生活をしてて、そのまま不良になったんです。不良になって私が行く道はここしかないかなっていうことで、不良道に行ったんですけど、やっぱりですね、私酒ももともと下戸で飲めなかったんです。で薬関係はうちの学校は一切ご法度だったんです。茶髪、ピアス、ロン毛、あとはバイク、あとは、薬関係、これはもう本当に私の、在学自分は一切ダメだったんですよ。でそれを先輩からも、受け継いでいるので、酒と薬で何か暴発的にするっていうことは基本的にはあまりないんですよ。でも自分の中で常日頃抑えてるものがいきなりボンと突出した時に、もうあたおかのようにガチャンとなるからですね。いろんなものがぶっ壊れて、いろんなもの倒れて、いろんなものが逆さまになったりとかするんで、私10代後半から20代前半で精神病院に通うんですよ。ちょっと自分の気持ちと心と行動が自分の中で乖離し始めるんですよ。これ動画見てる方も、こいつやっぱやべえなっていうか、ちょっとこいつ本当に今でも病院しっかり通ってくれって思われちゃうと思いますけど、そこはご心配なくしっかり病院に通いますんで。でそれが自分の気持ちと心の精神が乖離していくのが分かったんですよ。分かるんです。でこれちょっと自分でもいけねえなっつって、カウンセリングっていうんですか、先生っつって、誰も聞いてくれない、不良の世界の先輩だなんだって言っても親身に聞いてくれる人いませんから、お前は薬になりすぎだよとか、やってないっつって、だからお前はちょっとよれてんじゃねえかとか、そうやって言われちゃうから言えない。でそこでちょっと病院に行って、先生ねって言える相談をしに行くのに、精神科っていうものを勧められたんですよ。で精神科に行って、何でも吐露していいですよって言われて、すっごい静かな先生が板橋先生っていうんですね。でまだ覚えてるんですけど、でその方に私
カウンセリングでこういう風になって、今こういうちょっと先生申し訳ない、こういう職業で、こういう生き方でっていうんですかね。で、仕事してないんだと。で、こういうところに自分が悩んでるんだけど、ふんふんふんと、書かれてか、書いてるのか書いてないのかわかんないけど、つって。で、それどうすんね。で、じゃあ何回か通って、橋本さんの今の、どのような方かっていうのを1回でお話聞いたんでは、特定できないから、今後少しずつカウンセリングしていきましょうということで分かりましたって言って、で、その日帰ったんですよ。で、2回目ですね。帰りしな、支払って予約を取ったんですよ。じゃあ何日の午後1時にということで予約したんですね。で、1週間後の予約してる時間、13時、15分とかに行ったんですよ。で、受付行ったら、橋本さんですね。で、それから簡単な話、待合で、これ皆さん思いませんかね。予約した時間ってご飯屋さん13時からって言ったら13時前に行って13時からスターティングできる、始まることができるっていうものが予約の意味合いなんですけど、病院だけは13時に予約したら待ち時間があるんですよね。待ち時間があって、そのイレギュラー、前に診察してる方のイレギュラーの対応があっての今があるから、多少だいぶ遅れる時もありますと。でもこれがちょっと不思議なんですけど、私13時に予約して、13時10分15分前、そういうとこ変なとこ律儀だから、行って待ってたんです。そしたら30分経っても呼ばれない。13時になんで予約したんだこいつって受付に行ったんですよ。その時は今みたいに、すいません、なんて言えるような人間じゃなかったんで、ねえ、13時って予約したから13時もう経ってんだけどって言ったんですよ。そしたら、すいません、今ちょっと前が混んでいて先生が、そうなんですね。45分、50分だと。つって、ちょっと板橋先生呼んでくれと。もう予約してる意味ねえだろ。これ絶対真似しないでください。で、先生来たんですよ。で、先生に、もう、じゃあ、って言って入ったんですね。その5分後ぐらいに。じゃあ先生っつって、診察室入って、板橋先生の前に、先生、13時に予約してからなんでこんな50分以上も待たされてんだよって言ったんですよ。そしたら板橋先生が、こうでこうですって。だったらよって、先生。だったら13時に来るっていう予約を入れさせるんじゃねえよって言ったんですよ。ってそもそも安定してないから先生のところに来てんだよ。で、1時間近くもそもそも約束の時間待たされたら頭おかしくなっちゃうよってこっちが。それの相談しに来てから安定というか相談に来てて安心を与えてもらいたいのに、てめえ、俺がガチャガチャなってから1時間も待たされたら頭おかしくさせてんかって言っちゃったんですよ。でも先生が、なんかこういうちょっとやってなったんですよ。だから、やべえ。先生ね、つって。いや、悪い意味じゃねえんだよ、つって言ったんですよ。その先生もこうやって少し声戻してくれたんです。で、俺は先生ねって、そもそもそうでしょって。時間が、ね、予約入れてんだから、その前にこっちは律儀に10分15分待ってんだから、それ約束守んねってどういうことだよ、つって。じゃあそれは嫌なんだよ。ね。俺間違ったこと言ってねえでしょ。これ多分今になったら当てつけなんでしょうね。先生は、そうですね。つって。で、じゃあ診察を始めましょう。で、話をしたんですよ。で、その時私ですね、先生に、って先生って。診断するのはいいけど、こっちは感情が高ぶってんのをね、どうしてくれるんだって。その板橋だかね、練馬だかわかんねえけどって言っちゃったんですよ。もうこれダメだったんでしょうね。で、30分ぐらいですかね。ちょっと短めに、つって話して、って先生がカウンセリングして、そうなんですね、そうなんですね、つって。そしたら、なんと、板橋大先生から診断が出たんですよ。なんだよ。橋本さん、もう、診察する理由がないから、
お帰りいただいて大丈夫ですって言われて、えっつって、どういうことって言ったら、いや、橋本さんは時間もそもそも守れるし、言ってること間違ってないし、だから橋本さんはしっかりと、全然乖離してないから、診察、診断、カウンセリングする必要ないです。大丈夫です。もし何かまたあったらいつでもいらしてください。というふうに言われて、2回目で診断を打ち切りにされてしまって、終わらされてしまいました。で、あ、そうですかって言って、わかりました。じゃあ私正常なんですねって言って帰ったんですよ。で、1ヶ月ぐらいして、私先生に、ちょっとやっぱおかしいなって、俺はおかしいなと思って電話したんですよ。病院に。で、板橋先生いますかって言ったら、板橋先生辞めましたっつって、イルス使われたんですよ。結論。出禁にされちゃったっていうんです。怖いですね。本当に。あれ何なんですかね、病院っていうのは。いきなり話が飛んで皆さん、おいおいおいってところでしょうけど、何なんですかね。飯食うところは13時スタートだったら13時前に行って13時からもうおしぼりが出されてるのは当たり前なんですけど、なんで病院っていうのは皆さんそう思いませんか？俺の言ってること間違ってたんですかね。普通にちょっと精神的におかしな状態だって事前に言って50分も待たされたら誰もが怒るだろって。でも怒り方、それは今の大人になって、いや先生ってちょっと50分待ってるんですけどっていう言い方は今はできますけど、その時はもう頭の中ぐちゃぐちゃぐちゃってもうその中乖離してる状態だから、もう先生おかしいななんだっつって、そんなようなこと言ってしまって、結局精神科のカウンセリング自体も出禁になってしまったというお話でした。皆さんもどしどしとコメントお待ちしております。こんなような本地くんでした。今もまだちょっと片鱗が見えるんですけど、皆さんいろいろご指導お願いします。板橋先生、先日はありがとうございました。板橋先生、これからもよろしくお願いします。